メインイベント Day1B ですね。一発通過目としてやっていきたいと思います。ひどい日でしたね。なんかがついてるのかもしれないです。鼻炎として戦っていきたいなと思います。こんばんは。今回はこちらのハンドを解説していきます。ハイジャックの長見はエースキングオフスートでオープンするとボタンのプレイヤーがコールしてヘッズアップとなりました。ボタンのプレイヤーはおそらくプロではない陽気なプレイヤー、とにかくアグレッションが高くブラフが大好きなプレイヤーという印象を持っていました。長見はこのプレイヤーにはどこかのストリートでブラフの機会を与えることを意識しています。するとフロックはレインボーのエースクイーンハイボード、比較的強いコンティニュエーションベッドを打つことが多いボードではありますが、相手のブラフ余地を残しておくことも加味し、ここは小さいサイズのベッドをしていきます。するとハイジャックの陽気なプレイヤーから案の定レイズが返ってきました。このレイズには解説では言い切れないほど多くのブラフハンドが含まれていると推測しています。本来
エースキングはここで3ベッドを返すことが多いですが、ここは相手を泳がせるためにコールに止めていきます。ターンは9のダイヤが落ち、エース9やクイーン9などにはまくられることとなりました。長見はチェックすると、相手から半分に満たないサイズのベッドが継続して飛んできます。長見はこの時点でフォールドの選択肢はなく、リバーも継続してくれることを祈ってコールしていきました。リバーは2のスペードが落ち、フロップでレイズしたエース2は多くの場合ターンでチェックしていることを想定すると、お互いに関係のないカードが落ちました。長見はチェックすると、相手から引き続きベッドが飛んできますが、30% にも満たない小さなサイズであるため、おそらく自信のないブラフが最後に一縷の望みをかけてベットしてきたのであろうと推測しています。ここはしっかりとコールしていきます。すると相手は 5-4 のダブルバックドアでした。ブラフ頻度が高く諦められないプレイヤーからマックスバリューを取り切りました。レイ2行きました。しんどい一日でしたね。最近ねずっとしんどい一日なんですけどね、レイ2行きましたということで嬉しいです。1回飛んだ後にちょっと時間空けたんですけど、その間ね何かしらも験担ぎしようと思ってカメラマンと一緒にねカツ丼食べに行ったんですよマジで面白くないですけど聞きました。カツ丼聞きました。とりあえず明日もリエントできるんでもうちょい増えると思うんですけど、今エントリーが112ぐらいで残り56人みたいな半分以下までなってるんですけど、明日ねファーストレベルがずっとリエントできるんで140ぐらいまでいくかなと思うので、優勝はね多分2000万超えると思うんですけど、マジでね取りに行きたいです。2000万もらえたら多分5月ぐらいまでのトナメン分稼げるんで、ポーカーってそういうゲームなんですよ。どっかででかいの取ってそのでかいのを使ってトナメに出る、そういうゲームなんでここで取りに行きたいですね。ファイナルテーブルもう4回行ってますし、5回目のファイナルテーブルはさすがに優勝でしょということで優勝期待値上がってるんで、ここマジで取りに行きたいと思います。ではまた明日。おはようございます。さあやってまいりました。5000ドルトナメの Day2 ですね。この WPT ハイローラーを勝ち残るためにここまで耐えてきたんで、ここねしっかりと走りたいなと思います。今日ね残り 50% ぐらいから始まると思うので、そこから優勝まで決まるみたいな感じですね。結構遅くまでやるんじゃないかな。なので遅くまでやると思ってしっかりと寝てきました。ここはね勝ちに行きたいね。とりあえずねパクはね基本的には辛いです。当たり前です。ハイローラーばっかりなので、結構ねレクリエーショナルなプレイヤーも増えるかなと思ったんですけど、そんなに増えませんでしたって形なので、今日まだレイトレジスト閉まってないのでまだ入ってくるとは思うんですけど、どれぐらい増えるかっていうところなんですが、基本的にはねかなりバチバチとやり合うような展開が多いと思うので、そこをしっかりとしのいで頑張りたいと思います。では行ってきます。続いてはこちらのハンドを紹介していきます。黒のプレイヤーがボタンからオープン。長見は SB から6ポケで3ベッドを返しています。本来相手のエフェクティブスタックを考えるとオールインをしていきたいところですが、ビッグブラインドのプレイヤーにカバーされているため、ここは刻んだ3ベッドを選択していきました。
すると相手はしばらく考えた後にコールしヘッズアップとなります。フロップはクイーン6-4の2とオンボード。長見には激アツのセットが完成しました。本来ここは3ベッド側がレンジ CB を打つことが多いシチュエーションですが、今回はチェックを選択。すると相手もチェックでターンへ向かいます。ターンカードはクイーンが落ち、長見にはフルハウスが完成しました。ここで長見は打ち出していくことを考えていますが、プリフロップがコールであったため、相手側の持ち得るポケットは多くがプリフロップで4ベッドオールインに回っていることを考えると、バリューターゲットがごくわずかしか残っていないと考えています。残っているポケットはコールに止めたエーシーズやキングス、または2ポケ、3ポケ、4ポケ、5ポケなどのローポケットが一部残っていると想定しています。ここはエースハイやキングハイの一部に対してバリューを取れる 25% サイズを選択していきます。すると相手はコール。リバーカードはクイーンが落ちました。上のポケットにはまくられる形となりましたが、相手側のクイーンの可能性が減ったため、引き続きエースハイや下のポケットに対してバリューを取りに行けるよう 30% 前後のサイズを選択していきました。すると相手は約2倍サイズのオールインを選択。このオールインはバリューハンドであればクイーン X やハイからローまでの多くのフルハウスが含まれると推定しています。相手がここにブラフを混ぜてくるプレイヤーであった場合、エース X のローキッカーやショーダウンバリューのないキングハイなどが入ってくると推定します。現状長見が負けているところはクイーン X やミドルポケット、ハイポケットになりますが、多くのミドルポケットはプリフロップ時点で4ベッドオールインに回っており、エーシーズやキングスがコールに止まることが多いと見ています。相手側のオールインできるハンド群は 6X やそれ以下のペアであり、相手がブラフゼロであったとしてもオッズが合うと判断し、ここはコールを選択しました。すると相手は A シーズプリフロップからしっかりと潜んでいました。いやー、いきなり規制のくらいました。セットじゃないフルハウスにまくられるっていう結構珍しいやつです。リバイオンアーツしかなかったですけど、 A シーズはねコール止めなんですよね、あれプリフロップの段階で。なので全然あるなとは思いつつも、でも逆に A シーズぐらいしかないんですよ。それ以外のポケットとかってポケットをオールインしてくることが多いんで、なんでブラフか A シーズかクイーンかみたいな感じだったんですけど、クイーンだったらどうでしょうね。フロップで打ってきそうな気もしますし、ちょっとね良くなかったですね、噛み合わせが。この流れをね断ち切って、ここからまあ戻しに行きたいんで、ちょっとねブレイク明けしっかりと頑張りたいと思います。
すごいダウンスイングからのアップスイングでしたね。急に流れきましたとりあえず阿部上になりました。35万点ぐらいかな。30万点が阿部なんでちょい上みたいな、ちょっとね波が来てるかもしれないです。耐えてよかった。これまでただまだインマネしてない。インマネしに行きます、とりあえず。はい、ということで2回目のブレイクですね。とりあえず復活しました。復活っていうかずっと阿部下だったんですけどね、今阿部が34万点でちょっと減らして30万点ぐらい持ってるみたいな感じです。アベレージ近くまで来れたのがめっちゃ良かったです。これまでの下振れを全て回収するようなオールインの勝率みたいなのを出してて良かったです。とりあえず高いイベントでそういった運の要素とかも強いゲームなので、もちろんそういう上振れが来るっていうのはすごいいいことなんで、このね突っ走りたいですね。あと半分ぐらい飛んで今ねみたいな感じだと思うので、もうちょいね気合い入れてやっていかないといけないんですけど、多分次のブレイクぐらいに決まると思うので、しっかりとね戦っていきます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。はい、お疲れ様です。いやー、飛んじゃいましたね。最後はグラフして、グラフキャッチされて終了と。グラフキャッチして負けるか、グラフキャッチされて負けるか、そういうゲームなんでしょうがないです。とりあえず35人ぐらいまで残りましたね。上位 23% ぐらいまで残って、13% から今までなんで、あとちょっとっていう感じでしたけど、しょうがなかったですね。エースのクラブを抑えてたんで、ナッツブロッカーで、あのサイズにはもう返そうと思ったという悔いはないです。ということで5000ドルのトナメ飛んじゃったので、もうまくる手段がほぼないんですけど、ただあと2日間あってまだね出れるトナメ、1000ドル帯のトナメがねいくつかあるので、最後までしっかりと稼働していきたいと思います。かなり面白かったですね。5K のハイローラー、プレイヤーのレベルも相当高くて、いろんな読み合いとかあるんですね。プレイ見てるだけでも面白かったし、相当ね面白いフィールドだったなと思ってます。その経験を生かしてあと2日間戦っていきたいと思います。ではまた。はい、ということで、泣いても笑ってもラストトナメがやってきました。1K の1000ドル出しのトナメですね。ターボなので2時間半ぐらいレートになって、そこからもう勢いよく決まるみたいな感じなんですけど、勢いよく決まるターボのトナメめっちゃ得意なんで、最後の最後これね走る気がします。とりあえずねラストトナメ結構走るんですよ。タイヤもそうだしフーコックもそうだし、大体走るんで、ここはね決めに行きましょう。最後にトロフィー取ったらねもう勝ちなんで、実質終始はね多分負けれないですけど、とりあえずロングランしに行きましょう。ということで今から頑張っていきます。
疲れ様です。 WPT 長かったっすね。何日間戦ったんだろう。17日間戦ってましたね。多分ね WSOP について最長かもしれないです、これが。そんな長かった WPT なんですけど、ついに終わりを迎えましたということで、収支報告させてもらおうと思います。今回何トラメ出たでしょうか。今回32回参加しました。32回も参加しましたということで、7回インマネしましたと、そのうち4回 FT に行くことができました。結構ねハイローラーが多かったのかな。3回ハイローラーで FT 行って、1回が普通の1000ドル出しぐらいのイベントで行きましたといったところで、結構ねロングランはしたんですよ。ロングランはしましたと。ただ優勝できなかったんで、優勝がね一番でかいんですよ。それを取れなかったっていうのが悔しい限りなんですが、32トラメ出て7万4400ドル使いました。1100万円ぐらいで回収した金額4万2000ドルですね。だから600万円ちょいぐらいかな、回収しましたということは負けです。マイナス500万円。痛いですね。痛いんですが、よくよく考えてくださいと。トーナメントって1回でかいのを拾ってそれでプラスに持っていくゲームなので、むしろインマネってそのマイナスを減らすっていう、意味でもインマネできたってことはすごい偉いことなので、っていうのと、あとはファイナルテーブル行ってますね。ファイナルテーブルに4回行きましたと。僕今までの傾向で言うとファイナルテーブル5回に1回優勝してるんですよ。それがね今回取れなかったの悔しいんですけど、どれか1個でも優勝してたら大まくりしてて大プラスだったんですよね。それを取れなかったっていうのはちょっと悔しいですね。特に1万ドルのハイローラーですね。最後フリップで負けちゃったんですけど、あれもねしっかりと走っていれば1万6000ドルぐらいだったかな、あの時点のプライスが。それがね5万ドル10万ドルみたいな全然いく可能性は大いにあったので、あれを取りきれなかったっていうのが今回若干やりきれなかった部分かなと思いますと。ただねフリップ負ける時もある、勝つ時もあるんで、もう一回同じトラメで同じとこまで走ったら次は勝つ可能性も全然あるので、そういった1個の運で一喜一憂せずに今後も続けていけばいつか優勝できると思うので、そこを目指していきたいなと思いますということで、今回の収支報告 WPT カンボジアはマイナス500万円でした。あとねちょっと言い忘れてたんですけど、今回インマネ率が 21.9% ですね。大体ね WPT のイベントが 12.5% か 13% がインマネという形なんですが、約2倍ぐらいねインマネできたので、かなりこの数字自体は良かったのかなと思います。なのでこのインマネ率高い水準をキープし続けるみたいなところが結構大事だと思うので、次からもねしっかりと頑張っていきたいと思います。ということで WPT カンボジア以上になるんですが、次回の動画楽しみにしててください。ではまた来週。なんと我々今キプロスに来てます。とりあえずねいろいろハマりまくってますね。